はい、EB です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回は単一銘柄焙煎と概要紹介シリーズの第20弾の節目としてですね、こちらのルワンダ仮新秘アナエロビックを紹介しようかなと思います。まずですね、ルワンダという国なんですが、アフリカ大陸の中でも少し東側に位置しまして、隣国にはですね、ウガンダやケニア、タンザニアなど名だたるコーヒー大国があります。ただ、ルワンダ自体ですね、名産品とか、観光地などですね、個人的にはほとんど情報は持っておりません。あとですね、名前のですね、カリシンピというのはですね、ルワンダの西側に位置するコンゴとの国境にあるルワンダ最高峰のカリシンピ山に由来しているというようです。で、今回ですね、一番のポイントとしましては、遅ればせながらアナエロビックですね。もちろんですね、ご存知の方も多いと思いますが、私は人生で初めて購入しましたので、ご存知のない方に向けて簡単に説明します。コーヒー豆を精製する工程の中の発酵部分の一つの方法のことになります。比較的新しい方法となり、アナエロビック発酵と呼ばれていたり、または変気体発酵というふうに呼ばれていたりします。要するにどんな工程かというとですね、実はコーヒーの生成工程の中で発酵という工程があります。で、このアナエロビックはですね、コーヒーチェリーを密閉できるタンクなどに入れて酸素を遮断した状態で発酵させるというものになります。今までですね、何度か聞いたことがあるウォッシュドとかナチュラルという生成方法でも発酵という工程があり、それはですね、酸素を取り込んでおりました。で、この酸素を取り込むかどうかの違いというのがポイントになりまして、酸素を遮断することで酸素がなくても活動できる微生物の力を借りて発酵させるということになります。で、この違いからですね、個性的なフレーバーが引き出せたり、独特の風味を持つという特徴が出るというふうに言われております。スペシャリティコーヒーの世界では話題となっておりましたが、これまではですね、特にこのスペシャリティコーヒーというのはあまり関心を向けてこなかったんですけれども、知らないままですね、好みかどうかも判断できませんので、今回自分の好みかどうかを確認するためにチャレンジしてみることにしました。で、パッケージにもですね、記載されています通り、本来はですね、ハイローストぐらいのですね、焙煎度がおすすめのようなんですが、今回はいつも通りシティからフルシティの間を狙っていこうと思います。ただ、初めてのですね、豆でどんなハゼ音になるかもわからないですが、一応ですね、うまく焙煎度を調整できたと、しますと、どちらかというと、なるべくですね、シティ寄りにですね、近づけたいなとは思います。とはいえ500g ですね、ありますので、2回目の焙煎の時にはですね、もう少し浅入りぐらいを狙ってみようかなと思います。で、味わいのですね、ノートにはあまり情報はないんですけれども、とにかくこのアナエロビックによる香りをですね、楽しめるかに期待と、甘みと酸味もですね、ポイントが高くて、ワインのようなフレーバーとか、ゆっくり漂うですね、甘さの余韻ということで、私が結構好きな苦味とか、コクという部分は抑え気味なので、私にとってはちょっと大人なですね、コーヒーの味わいになりそうな予感がしておりますので、めちゃくちゃ楽しみになります。それではですね、いつも通り 250g で焙煎していきたいと思います。ちょっとなんか香りが違う気がします。本当にワインのような感じはしますね。はい、ではですね、まず豆の状態から見ていきたいと思います。まず豆の大きさですね。こちらに関しては普通ぐらいかなというふうに思います。ちょっと気持
小さいのもあるようですが、普通に分類されるかなというふうに私の中では思っております。次に豆の色ですけれども、そうですね、結構、ベージュの色味の方が強いかなと思います。次に豆の綺麗さというところですね。ほとんど落ちないですね。ものすごく綺麗な方だなと思います。で、香りなんですけれども、なんか、本当にもうイメージ的には、もう果物のさくらんぼを結構なんて言うでしょう。常温でずーっと置いておいた、ちょっとこう、だいぶ黒くですね、なってきたような香りというか、そういうちょっと、果物、フルーツ系ですね。バナナとか、そのチェリーとか、そういったものをちょっと長い時間ですね、置いておいた後のような、そういったような感じに私は受け取れました。はい。いつもの、なんて言うんでしょう。この、豆のですね、匂いというところとはちょっとやっぱり違う気はします。ではですね、ハンドピックしていきたいと思います。はい、2回目のハンドピックが終わりました。今ですね、結構顔近づけて、2回目のですね、ハンドピックしていたんですけれども、もう本当にですね、フルーツが熟したような香りというふうな、私の中で表現となるかなと思います。すごく、ちょっと、やっぱりですね、ちょっとどころではなく、香りがですね、だいぶ違います。では、重さをですね、測っていきたいと思います。3.2 グラムですね。普通ぐらいかなと思います。やや少なめかなとは思います。はい、こちらがアップの映像になります。結構ベージュ色が強いような印象です。こちらがハンドピックした対象の豆ですね。かなり小さすぎるものであるとか、あとはブラックビーンになっていたり、変形している豆とか、そういったものが多かったように思います。では、焙煎していきたいと思います。はい、それでは焙煎していきたいと思います。
はい、こちらがチャフの映像になります。チャフは意外と結構出ましたね。こちらの方にもチャフが溜まっていますので、結構チャフは出ましたし、煙もですね、結構多かったように思いました。で、やっぱりですね、ちょっとハゼ音が難しかったですね。結構、激しくバチッと鳴ってるものと、なんか裏方の方でポソッとこう、プスっていう風にですね、鳴ってるようなものとがなんか同時に聞こえてきたような感じがしたり、あまり焙煎しすぎないようにしたいなっていう風な、ちょっと頭の片隅で思っていたことが反映されて結構明るめな、状態にはなってしまいましたが、結果はですね、いいかなとは思います。はい、今焙煎が終わりました。いや、結構ですね、焙煎緊張しましたね。焙煎している最中で、先ほどもちょっとお話ししたんですけれども、すでにですね、1ハゼが起きている豆と、あともう2ハゼが始まっているような音がですね、ちょっと同時に聞こえたように感じました。勢いのあるですね、強い1ハゼみたいな、バチッっていう音も聞こえてくる中でですね、その横ではですね、結構クスクスっていう風な音もですね、聞こえてきたように感じまして、多分心理的なこともあるんだとは思うんですが、結構ですね、こういった初めてのエロビックをですね、焙煎してみて、焙煎しすぎてはいけないと、焦がさないようにしたいという思いもですね、相まって、ちょっとですね、ビビって浅入り気味になってしまいました。一応2ハゼ後30秒は狙ったんですが、2ハゼのその測るタイミングをですね、音が聞き取れていたかがちょっと今怪しいかなと思っております。あと見てみますとそうですね、こういった豆のサイズがですね、もう全然違うのお分かりでしょうかね。多分、種類もいくつかブレンドされてるんだとは思うんですけれども、こういったような形でサイズが長いもの。で、長いものの方がちょっとこう、色が濃いめになっているものが多いような気がします。ちょっと色が濃くですね、なっているものっていうのが、多分、ハゼとしてはちょっと早かったのかもしれないですね。で、丸っこい、やや小さめの小ぶりのものについてがちょっと遅くなっていたようなイメージなのかなと思います。こういった焙煎の難しさ、楽しさというのがあるかなと思います。で、大きくなムラはですね、なくて、全体的にちょっと浅く仕上がってしまったということなんですが、結果オーライかなとは思っております。あまりですね、せっかくのアナエロビックを苦いだけでですね、飲んでしまわないように、といったぐらいで、ちょうど良くなったんじゃないかなと逆に思います。狙ったものではないんですけれども、ちょっとその中で多分網に張り付いていたものなどが、ちょっと焦げ気味になっているのがあるかなと思います。このコーヒーがですね、どういった味わいになるのかが非常に楽しみですね。では、重さを測っていきたいと思います。はい、重さが 218.2 ということで、やっぱりですね、浅入りに仕上がったかなとは思います。では、エスプレッソでですね、直後ですが飲んでいきたいと思います。はい、準備ができましたので、エスプレッソで飲んでいきたいと思います。先ほどですね、グラインダーで、今のアナエロビック、引いたんですけれども、引いた時からですね、熟したフルーツ感がすごく半端なかったです。で、やっぱりですね、ローストは結構ライトになっておりますので、結構ですね、なかなか、トロトロなのが今出ないかとは思うんですけれども、このままですね、一旦飲んでみたいと思います。まず香りからいただきます。やっぱり私は結構バナナ感を感じますね。すごく熟したフルーツ、そちらを感じます。
では、いただきます。おー。めちゃくちゃジューシーですね。もうジューシーとしか言いようがないです。ちょっと経つとですね、ワイン感っていうこの発酵によるなんか赤ワインを思い出させるような、そういったニュアンスがありますね。今までのコーヒーと全然違いますね。なんか渋みみたいな。ぶどうの皮を、食べ終わった、丸ごとぶどうを食べて、で、口の中にまだ皮が残ってるものをちょっと噛んだような、そんなニュアンスを感じますね。すごい、こういうものなんですね。赤い、本当に赤紫なグレープみたいなのが思い浮かべますね。やっぱりなんて言うんでしょう。コクというか甘さのコクというところよりかは、ややフルーツっぽい。まさしくこちらの方が結構フルーツの、ジューシーなフルーツっていう感じは受けますね。でも結構やっぱ余韻が心地よいですね。はい。ここから3スライドにわたって整理した情報です。はい。いかがだったでしょうか。今回は単一銘柄焙煎と概要紹介ということで、ルワンダ、カリシンピ、アナエロビックを焙煎してみて、その直後ですが、エスプレッソで飲んでみました。ルワンダ、カリシンピ、アナエロビックは、一言で言うとですね、まさに完熟ジューシーでした。香りはですね、ねっとりとしたバナナを感じたんですが、飲むと、これぞまさに完熟フルーツジュースという感じがしました。私個人的にはですね、第18弾で紹介しましたホンジュラスのラ・シラよりですね、はるかにフルーツジュースを感じました。で、2口目、2口目と飲み進めていきますと、その短い時間の中でも変化が鮮明に感じられて、赤ワインであるとか、ブドウの皮の渋みみたいなのを感じるんですが、その余韻がですね、すごく心地いいんですね。で、私はですね、ウイスキーも割と好きなんですが、わかる人にしかわからないと思いますが、ラガブーリン16年を飲んだ時と同じような気持ちになりました。コーヒーの階段をですね、1段2段登れた感じがしています。これはですね、効き目をもっと調整してバチッとあったですね、エスプレッソで後日飲んでみたいのと、あとはドリップコーヒーでもですね、飲んでみたいなと思わせてくれましたので、少し置いてからですね、飲んでみようと思います。で、なんかですね、今のこの気持ちをですね、うまく表現しきれないんですけれども、私の中ではですね、アナエロビックって今までのですね、コーヒーとはかなり違いますので、すごく特別感があって、コーヒー初心者というよりは、玄人向けでコーヒー通な人にこそ、こんな変わったコーヒーもあるよと、コーヒーの飲み慣れている人に、別のですね、風を吹かすような印象を受けました。今回は私も購入してよかったなと、世界が広がったなというふうに思いました。決してですね、万人受けはないと思いますけれども、興味が出た方はですね、一度アナエロビックで、生成をされた豆をですね、購入してみるのも面白いと思います。このチャンネルではエスプレッソを中心にコーヒーに関する動画をアップしています。焙煎に興味が出てきたとか、コーヒー好きの方は、ぜひ高評価とチャンネル登録、そしてコメントをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。